今回の動画では死亡理由についてお話ししたいと思います。死亡理由に関する質問はこちら。この3つになります。質問される順番としてはだいたい大学の死亡理由からになりますが、考えるときはこの順番で考えていきましょう。ではまず日本に来た理由についてお話ししたいと思います。なぜ日本に留学しましたか？特にちゃんと意識をして日本に来たり、またこれから日本に来る留学生はそれをお話しすればいいだけですが、おそらくかなりの留学生はなんとなく日本に来たというのが本音じゃないでしょうか。実は日本の若者にもたくさんいます。外国に留学して自分を見つめ直そうとか、海外にチャレンジしてみよう、そんな気持ちで海外留学をする若者たちです。それはそれで良いことだと私は思いますし、大学の先生たちもそんなことは100も承知の上です。ですので特別嘘をついたりですね、ごまかそうとせず、ありのままを答えて構わないでしょう。もちろんありのままといっても失礼にならないレベルです。例えば漢字圏の留学生なら、同じ漢字を使っている日本に親近感を持っていたとか、日本に近い国なら近いからなんてのも理由になると思います。また子供の頃から日本のアニメを見て日本に憧れていたなんてのも日本を選ぶ理由になると思います。普通はこれで問題ありません。まあ何をするにしても最初のきっかけなんてのはほんの些細なことが普通ですから。ただもし上位大学や難関大学を目指しているんでしたら、もう一歩踏み込んで考えてみてください。というのも先ほど海外チャレンジ組のお話をして、私はそれでもいいと申し上げました。しかし日本の上位大学、難関大学では合格するために必死に努力している日本人受験生たちが大勢いるのです。必死に頑張って合格を目指している受験生たちの横で適当な気持ちで死亡理由を言おうものなら、そんなにいい加減な気持ちなのと受け取られかねません。私でしたら日本を舐めてんのかってぶち切れそうなもんです。ですので真剣に向き合ってほしいのです。ではどのように向き合えばいいのでしょうか。それにはまず日本と自分の国との関わりを勉強してください。あるネパール人留学生が有名大学に合格しました。その留学生が日本へ来た理由も、ただ留学斡旋会社の宣伝に興味を持ったというのが本当の理由でした。建築を学びたいと考えたその留学先が日本だったのです。ですので留学先に日本を選んだ理由としては、留学費用が安かったとか、ただ出会った留学斡旋会社に関心を持ったというのが事実だったそうです。そんな軽い気持ちで進学しても卒業まで勉強を続けられるかどうかといったところまで疑いを持ってしまいます。特に難関大学や有名大学では合格してからも勉強が大変ですので、なおさらです。そこでその留学生には建築をテーマに日本と自分の国との関わりについていろいろ調べるよう指導しました。その指導の際、ヒントとして丹下健三、こちらの方ですね、この人を調べてみるようにアドバイスしたのです。実は日本で建築を学ぶ人でこの人の名前を知らない人はいません。それくらいとても有名な建築家さんです。実際にどんな建築家か調べてみると、普段見慣れた建物の数々が丹下健三のデザインだと分かります。それほど有名な建築家で、この丹下健三は海外でも非常に評価の高い建築家です。実はネパールには仏教のお釈迦様が生まれたと言われているルンビニという場所があります。そこのルンビニ釈尊生誕地聖域計画のマスタープランを考えたのが実はこの丹下健三だったんです。ネパール人が誇る場所が
実は日本の丹下健三と関わりのある場所だったと知ったその留学生は非常に関心を持ち、丹下健三について、そして日本の建築についていろいろと調べたのです。そして調べれば調べるほどモチベーションが上がり、情熱を持って日本で学ぶことの意思を確実なものにしていったのです。そしてそれを面接試験の際、面接官に答えたのです。最初に日本を選んだ理由、きっかけは本当に些細なものかもしれません。けど日本語を学んだり、実際に日本に来て様々なことを学ぶうちに、どんどん日本について関心を持ち、留学先に日本を選んだことがなんとなくではなく確信に変わっていく留学生が大勢います。面接の際も初めはこんな気持ちだったけども、日本を学んでいくうちにもっともっと日本について学びたくなってきたという具合に話を進めていきます。前述のような海外にチャレンジしようと思って海外に出た若者が、その国で様々なことを学ぶことによって新しい情熱を見つけ、そこで将来の目標を見つけ、学ぶことを見つける、日本で学び続けたいと確信する何かを見つけたことは立派な志望理由になるでしょう。まずは自分の国と日本の関わりについて勉強する。そして日本に来たからこそ見えてくる自分の国について振り返ってみる。こういうことをするうちに日本を留学先に選んだと確信できる志望理由が見つかっていくことでしょう。